問題1。問題1では、まず、質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。1番、男の人と女の人が話しています。新しい鍵の番号はどうなりますか？新しいアパートの鍵、パスワード式になってるの。ということは、うちも自分で番号を決めないといけないってこと？そうだよ。大家さんから6桁あるって聞いたけど、どうする？清の誕生日にしたら？誕生日か。覚えやすいね。清98年の12月7日生まれだから98127。あと一桁足りないね。じゃあ、7を07にしたらちょうど6桁になるよ。でも誕生日ってわかりやすいから逆に危なさそう。じゃあ、最初と最後の数字を取り替えるってのはどう？あ、その方がいいわ。新しい鍵の番号はどうなりますか？2番。仕事が終わって男の人と女の人が話しています。女の人がこれからすることの順番はどうなっていますか？よかったら、これから一緒に夕飯食べませんか？今日はちょっと、夜8時から友達の誕生パーティーがあって、これから美容院に行くつもりなんですが。誕生パーティーですか。いいですね。昔からの知り合いでよくお世話になっている人なんです。そうですか。じゃあ、プレゼントもちゃんと用意しないといけませんね。そうですね。いろいろ迷ったんですが、やっぱりネクタイがいいかなと思って、お昼出て行ってこれ買ってきたんです。おー、いい感じですね。あと、ケーキは会場に行く途中で買えばいいし。じゃあ、今度、もし時間あったら。女の人がこれからすることの順番はどうなっていますか？3番、女の人がテレビで野菜の食べ方について説明しています。この野菜はどうやって食べますか？皆さん、こんにちは。今日は皆さんにこの野菜の美味しい作り方について紹介したいと思います。この野菜は普通生で食べる人が多いのですが、実は茹でて食べても美味しいのです。まず、きれいに洗ってから沸騰したお湯に入れて30秒ほど茹でてください。それから水分を切って包丁で細かく刻みます。最後に食器に移して醤油とごまをかけて混ぜたら出来上がりです。この作り方をぜひ一度お試しください。この野菜はどうやって食べますか？4番。男の人と女の人が電話で話しています。女の人はこれからどうしなければなりませんか？もしもし、高橋様のお宅でしょうか。こちら、市立図書館でございます。はい、高橋ですが。実は、現在ご利用なさっている京都の歩き方という本なんですが、もう期限が過ぎておりますので、お知らせいたします。もし2週間過ぎてもお返しいただけない場合、1日につき100円いただくことになりますが。
あ、そうですか。実は主人が京都に出張することになりまして、それでその本を借りたわけなんですが、仕事の都合で帰りが延期されて。帰りが遅れて間に合いそうにないようでしたら、郵便でも構いませんが。そうですか。では、今すぐ主人と連絡して、郵便で送るよう伝えますので、ご迷惑をおかけしまして、本当に申し訳ありません。女の人はこれからどうしなければなりませんか？5番。男の人と女の人が話しています。女の人は、これからどうしますか？おはようございます。朝早いですね。ええ、ゴミを出さないといけないんで。そうですか。ペットボトルも一緒に出すんですか？今日は確か燃えないゴミだったような。プラスチック製品って燃えないゴミですよね。ペットボトルはプラスチック製品とは言っても、回収して再利用することができるので、資源ゴミになると思いますが。え、そうですか。じゃあ、今日はダメですね。資源ゴミはいつ出せばいいんですか？毎月の第2、第4月曜日だと思いますが。え、そんなに待たないといけないんですか？そうですね。規定がそうなってますので。じゃあ、それまで貯めておくしかありませんね。女の人はこれからどうしますか？問題2。問題2では、まず、質問を聞いてください。その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。1番。男の人と女の人が話しています。男の人は何時に着きましたか？あ、たかしくん、遅くなってごめん。いや、10分ぐらいしか過ぎてないよ。たかしくんは3時にちゃんと着いたんでしょ？いつも真面目なんだから。もっと前だよ。2時間ぐらいは待ったかな。え、どうして？約束の時間確か3時だったよね。実はお昼まで寝坊しちゃって、それに起きたらもう3時になっている夢を見たんだ。それで慌てて家を出たの。ありえない。お腹空いたでしょ？じゃあ、早く食事に行こう。男の人は何時に着きましたか？2番。先生が学生たちに英語の授業について説明しています。テストの成績が75点から79点までの人はいつ、どの授業を取ればいいですか？皆さん、静かにしてください。これから
英語の授業について話しますので、よく聞いてください。今年から英語の授業を初級と中級の2つに分けます。去年のテストで60点から64点までの人は、4月からの初級クラスに参加してください。そして、65点から69点までの人は、9月から始まる初級クラスに出てください。中級クラスも同じです。70点から74点までの人は4月から、75点から79点までの人は9月から始まる授業を取ってください。75点から79点までの人はいつ、どの授業を取ればいいですか？3番、男の人と女の人が話しています。何を食べることにしましたか？今日は金曜日だから外食の日ね。どこにしようかな。どこかいいとこない？最近オープンした回転寿司や駅前の日本料理屋はどう？どっちも日本料理ね。ちょっと違うもの食べたいけど。この近くにあるのって、あとカレーかイタリア料理しかないね。昨日もカレーだったから今日は。じゃあ決まり。12時過ぎると混むから早めに行こう。そうね。11時45分に下のロビーで集合して。あ、ダメか。課長は11時45分まで会議って言ってたね。じゃあ僕ら先に店へ行って席取っとくから、後で課長と一緒に来たらどう？じゃあそうしよ何を食べることにしましたか？う。4番。男の人が話しています。この会社に就職したい最大の理由は何だと言っていますか？この会社に就職したい理由と言いますと、まず、この会社は歴史が長く、独自の企業文化を持っている上に、各種保障制度も完備されていて、安心して仕事ができるのではないかと思ったからです。そして何よりも新人研修など、私みたいな未経験者でもすぐになれるような環境を備えているというところが、自分にとっては大きな動機づけとなったって感じですね。この会社に就職したい最大の理由は何だと言っていますか？5番、夫婦2人で話しています。子供はどうして先生に怒られましたか？ケンちゃん、学校で先生に怒られたみたいよ。どうして？この間の試験、
よくできたじゃない？勉強のことじゃなくて、同じクラスの子と喧嘩したらしいの。喧嘩？もしかして相手の子供が怪我でもしたの？いや、怪我したのはケンちゃんなの。だって、向こうはケンちゃんより背も高いし、体も大きいもん。じゃあ、なんで怒られたの？何かひどいことでも言った？喧嘩も向こうから仕掛けてきたらしいんだけど、ただ男子として女子を殴るのはいけないんだって。ああ、そういうことね。まだ子供だからね。子供はどうして先生に怒られましたか？6番。男の人と女の人が話しています。男の人が一番大変だと思っているのは何ですか？先輩、お忙しいところすみません。ちょっとスピーチの内容を見ていただけませんか？ごめん。悪いけど、今はちょっと、急いでいるの？ええ。実は来週、卒業論文の最終発表があって、今、原稿の最終チェックに入っているの。原稿を書くのも大変だったけど、指摘された問題を直すのに、想像以上に時間がかかっちゃって、何よりも発表の際、自分の論文をちゃんと説明できるように概要など全部覚えないといけないんだけど、僕、覚えるのが苦手だから、今、それで大変なんだ。ごめんね。お手伝いできなくて。私こそごめんなさい。先輩がこんなに大変だってことを知らなくてつい。男の人が一番大変だと思っているのは何ですか？問題3。問題3では、問題用紙に何も印刷されていません。この問題は、全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。1番。男の人はビタミン C について話しています。皆さん、ビタミン C をきちんととっていますか？最近、食事だけで1日の栄養が十分に取れると考えている人でも、食事以外にビタミン C を取るようになってきたそうです。それは、ストレスの多い今の社会では、昔よりビタミン C がだいぶ消耗しやすくなっているからです。ビタミン C を取る理由として、20代から40代までの人を対象に調査したところ、シミを防ぐ、疲労の回復、体の抵抗力を高めるなど、多くの意見が出されています。男の人は何について話していますか？ 1. ビタミン C の取り方。2. ビタミン C を取る理由。3. ビタミン C を必要とする対象。4. ビタミン C を取る際の注意事項。2番。女の人が
犬について話しています。犬は昔から人間の良き友として家を守るだけではなく、目の不自由な人や体に障害のある人を助けたりしてきました。それが最近学校に行きたくない、人と話したくないという心理的な病気を抱えている子供たちが犬と接することによって元気になったり、学校へ行きたくなるということが明らかになりました。つまり、犬には人の心を癒してくれる働きもあるということです。女の人は何について話していますか？ 1. 犬には家を守る働きがあるということ。2. 犬には目の不自由な人を助ける働きがあるということ。3. 犬には人の心を癒してくれる働きがあるということ。4. 犬には障害のある人を助ける働きがあるということ。3番。男の人が自分の仕事について話しています。私の仕事はですね、だいたい研究室にこもってパソコンに向かっての一人作業が多いんです。たまにつまらなくないんですかと聞かれる時もありますが、自分としては今の研究テーマにすごく興味を持っているので、たまにそう思う時はあってもなんとか続けられます。私が研究員になったのは、何か人々の生活に役立つものを発見するためです。特に自分の発見を雑誌などで発表して、同じ研究をしている人に納得してもらった時の嬉しさは一生忘れられません。何事も興味を持って積極的に臨んでこそ感動が生まれるんです。男の人の最も言いたいことは何ですか？ 1. 一つの仕事をずっと続けるのはとても難しい。2. 何事も興味を持って取り掛かることが大切だ。3. 仕事から得る感動を忘れてはならない。4. 研究員になった方が喜びも大きい。4番。女の人がアパートの礼金について話しています。日本ではアパートを借りるとき、普通大家さんに礼金を支払います。礼金の文字は礼儀の礼にプラスお金の金です。つまり礼金とは大家さんにお礼の気持ちを表すためのお金であるということです。昔、日本では借りられる部屋が少なかったので、大家さんと借りる人の関係は明らかに上下関係にありました。それで借りる人は大家さんに貸していただいてありがとうございますという気持ちで家賃以外にお金を渡していたのです。この習慣から礼金が生まれたわけですが、これは今もなお存在しています。女の人は何について話していますか？ 1. 礼金の意味。2. 礼金の由来。3. 礼金の金額。4. 礼金の払い方。5番。女の人が大学生の就職について話しています。ある調査機関が大学4年生を対象に10年間就職先を選ぶ際、
最も重要視することについて調査を行いました。2000年から2005年まで最も多かったのが有名企業。2006年と2007年は自分の専門を活かせることでした。そして2008年からまた変わりまして、収入が安定することとなりました。長引く不況の中、大学生も昔より現実的になってきたということなのでしょうか。女の人の話と合っているのはどれですか？ 1、最近の大学生は収入の安定をより重視している。2、最近の大学生は会社の名前をより重視している。3、最近の大学生は自分の専門を生かすことをより重視している。4、最近の大学生は就職にあまり関心を持っていない。問題4。問題4では、問題用紙に何も印刷されていません。まず、文を聞いてください。それから、それに対する返事を聞いて、1から3の中から、最も良いものを一つ選んでください。1番、はい、ヘリコプターですね。2、上じゃなかったっけ？ 3、へえ、高いんだ。2番。これでいいですか？ 1、はい、あれで結構です。2、はい、これでいいですね。3、はい、それをください。3番、困ったなぁ。1万円札しかないんだけど。1、お金がないと生活も苦しくなるよね。2、へえ、足りないんだ。3、じゃあ、崩してあげようか。4番。これ、持っていかなくてもいいの？ 1、いけない。忘れるところだった。2、いけない。忘れなかったよ。3、いけない。忘れようとしたわ。5番、あの子、最近ものすごく怒りっぽくなってるの。1、試験の前だからじゃないの？ 2、いつも先生に褒められているからね。3、もう朝寝坊しないんだ。6番。新聞取ってきてくれる？ 1、どこで買うの？ 2、どこを取るの？ 3、どこに置いたの？7番、先生は日曜日学校に行かれましたね。1、ちょっとそこまで。2、ちょっと違うね。3、ちょっと忘れ物して。8番。つまらないものですが、
どうぞお受け取りください。1、ではごめんください。2、ではお構いなく。3、ではいただきます。9番。お仕事の方はいかがですか？ 1、相変わらず元気です。2、相変わらず可愛いです。3、相変わらず忙しいです。10番。ベッドを買ってあるんだ。1、うん、一応中古だけどね。2、うん、餌代もバカにならないよ。3、まだ2匹しか入れてないけど。11番。じゃあ、いつもの場所で。1、もう行ったの？ 2、うん、来るまで待つよ。3、まだ来ないね。12番。冷蔵庫の中にケーキあるから食べて。1、出したの？ 2、買ってきたの？ 3、持ってくるの？ 長めの話を聞きます。この問題には練習はありません。メモを取っても構いません。1番。まず話を聞いてください。それから2つの質問を聞いて、それぞれ問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。1番。男の人が話しています。今年もまた学園祭の季節となりました。日にちはいつもと同じ10月の第2土曜日から1週間にわたって行われます。学園祭は在学している皆さんが今まで培われた技能や知識を生かして大学生としての魅力をご来場の保護者や学友の皆さんに展示するための舞台でもあります。また学園祭に参加することでお互いの友情を深めたり自分の能力を磨いたりすることもできますので、皆さんぜひふるってご参加ください。今度の学園祭、何か出したいものとか？そうね。去年はお好み焼きと串焼きだったね。大変だったね。売り上げはまあまあ良かったけど、暑いし、煙たいし、今年は少し簡単なものにしない？簡単って言えば、その前の年のカレーがそうじゃない？でも、売り上げ最悪だったもん。そうだ、餃子やたこ焼きなんか良さそうじゃない？去年よく売れてたもんね。いいね。あれ、水餃子にしよう。みんな普段焼き餃子しか食べないから、案外よく売れるかもしれないよ。でも、水餃子って皮から作らないといけないんで、結構手間かかると思うけど。皮作りは餃子本番の陳さんがいるから大丈夫。包むのは俺もできるから。じゃあ、私が茹でて売るわけね。オッケー、決まり。
質問1、女の人は学園祭で何を出すことにしましたか？質問2、男の人は学園祭で何をすることにしましたか？2番、まず話を聞いてください。それから2つの質問を聞いて、それぞれ問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。2番。会社で3人で話しています。今日はこれで終わりましょう。来週の都合はどうですか？できればもう一度打ち合わせしたいのですが。そうですね。私は明日から出張で帰りが来週の火曜日になりますが。僕は来週の月曜日と金曜日には予定が入っているんで、それ以外でしたら OK です。じゃあ、残りは水曜と木曜ですね。水曜はまた会議が入っているから難しいか。木曜日なら、ダメだ。その日は僕、また大阪支社に行くことになってるから。じゃあ、火曜日にしましょうか。私、帰りの飛行機が午後1時半、東京着ですので、遅くても3時には会社に着くと思います。で、部長への報告がだいたい1時間ぐらいかかると思いますので、その後でしたら。それってきつくないですか？いいえ、大丈夫です。悪いね。じゃあ、一応そういうことで。質問1、3人は来週何曜日に打ち合わせることにしましたか？質問2、女の人は打ち合わせの日に何をしますか？